27話、命を落としての解説と考察まとめ。ボルト、トゥーブルーボルテックス、27話掲載の V ジャンプ12月特大号が、2025年10月21日に発売された。前回26話、通ずるものでは、人真珠、マムシの襲来が1週間後に迫る木の葉の里の様子が描かれた。大きく分けて2つの場面で展開された。一方は鹿丸が大老から問い詰められる場面。大老は鹿丸が風の国での任務を独断で実施していたことから、不信感をあらわにしていた。この任務にボルトの関与があったこともあり、内通者の存在を疑っている。大名の側近であるコブは、ボルトと接触した者の全員に取り調べを行おうとしていた。この時、鹿丸の失脚を防ごうと動いていたのは家臣孤児。彼はイノジンとの利害の一致を確認し、自身の拠点に口寄せしていた。鹿丸と連絡するためにイノジンの心電心の術を利用。マムシの能力とその対処法を伝えようとしていた。エイダをターゲットにしているマムシ。彼にはエイダの優秀な遺伝子を支配したいという意図がある。改造人間と人真珠の間で新たな戦いが始まろうとしていた。もう一方はサラダとスミレ、そしてエイダが恋の話をしている場面。25話ではサラダが心の内をスミレに打ち明けた。エイダは真術、千里眼で見たその模様を直接聞こうと家に招いていた。改めてボルトへの思いを話したサラダとスミレ。エイダはこの話を聞いて興奮する様子を見せた。と思いきや、実は2人に疑いの目を向けていた。彼女は2人が自身の魅了の能力にかかっていないことに気づく。彼女によると、魅了にかかった者はその術者を前にして他の人に好意を示すことができないという。この瞬間、その場の空気が急激に張り詰める。サラダとスミレは自分たちがエイダに攻撃できる存在である一方で、彼女から命を狙われる存在でもあるということを思い出した。この状況を理解して動き出したデイモン。サラダはすかさず万力放射リンガンを発動するも、あまりの動きの速さに術を使用することができなかった。デイモンがサラダとスミレの首を掴んだシーンで26話は終わった。27話はここから展開される。この動画では27話、命を落としての解説と考察をやっていこうと思う。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。27話は、木の葉にマムシが襲来するまでの様子が4つの場面に分けて描かれた。まず1つ目は、サラダとスミレがデイモンによって命を狙われている場面。デイモンは2人に攻撃しなかったが、自分たちの立場の方が上であることを示した。エイダはサラダたちが自身の魅了にかかっていない事実を受け、自分の無意識が2人を全能の効果から除外したと推測している。もともと、能力の影響を受けない普通の友達を望んでいたエイダ。待望の友達であるサラダとスミレであれば、自分の命が奪われてもいいと考えていた。まともと言うには怪しい。命をかけた友好関係が続くこととなる。エイダの住居を出たスミレ。そこにはボルトの姿があった。ボルトはジュラとの戦いで勝てた剣を直してもらうため、科学技術を持つスミレに剣と未来の情報を託した。スミレがどのような発明を見せるのかが楽しみとなる場面だった。ボルトの剣は近い将来、ある問題にぶつかると考えられる。それは、カワキの真術、スクナヒコナで縮小されてしまうかもしれないという問題。第1部冒頭では、そう遠くない未来でボルトとカワキが戦う様子が描かれている。この戦いでボルトの剣がカワキに縮小されてしまえば、形勢は大きく変わってしまうだろう。ボルトの持ち味である内波流剣術、羽衣が失われることとなる。多くの読者が懸念している問題点である。ただ、そこでスミレの技術が生きてくるのではないだろうか。その技術とは、命を吹き込むという内容なのだと現段階では考えられる。スクナヒコナは大抵の物体を小さくし、無効化することができるが、生物だけはこの術の効果を受けない。サスケの剣を縮小した大筒木一式ですら、自分以外の生物を小さくすることはできなかった。それに、無機物に生命を与えるという芸当は、一見すると神の所業のように思えるかもしれないが、これまでの物語を見る限り全くありえない話でもない。忍術や戦術の中にも起承転生や無機転生など、無機物に生命を注ぎ込む効果を持つものがある。刀が命を持つ例も存在する。忍び刀の一つである大刀サメ肌には意志が宿っていた。スミレはこうした可能性を科学技術として再現するのではないだろうか。以上の理由から、生まれ変わった剣は生物的な性質を持ったものになるのかもしれない。続いて2つ目は、孤児がマムシの能力の詳細とその対処法を説明している場面。ボルト、イノジ、鹿丸の3人が話を聞いていた。孤児によると、マムシは分裂する能力を持っているという。知能を分散させる代わりに、本物の分身を際限なく作り出す能力である。力や体力は分裂しても変わらないが、知能の低下によって行動が単純になっていく。また、両目が潰れた個体はそれ以上の分裂ができなくなる。忍びたちがマムシを倒すには、
マムシが2、30人に増えて扱いやすい状態になったところを一気に叩く形が理想とされる。その中で、引き続きジラが賛成することのないようにもしなければならない。彼は木の葉の文化を高く評価していることから、木の葉で戦うつもりはない模様。標的となっているボルトとひまわりは、木の葉の中でなら戦うことができると考えられる。そして孤児はイノジンに新たな術を伝授するという。イノジンはひまわりを守るため、神殿神の術の上位互換となる術を2日で習得する必要があった。木の葉の上層部は現在、鹿丸の信頼が落ち、非常に不安定な状態にある。場合によっては、鹿丸にあった指揮権が他の者へ移ってしまう可能性もあるだろう。この事態がマムシとの戦いの最中に起これば大きな混乱を生みかねない。公式の通信が使えなくなれば、戦いで要となる鹿丸の戦略を生かしきることもできない。そこで必要になるのがイノジンの新たな術なのだと思われる。イノジンには、一人でより多くの人々の心をつなげることが求められる。次に3つ目は、カワキとアマドがジラの映像を見て分析している場面。アマドによると、ジラの背後に生えていた木は真珠そのものであるという。この木は人真珠の武器になるだけでなく、体の修復や防御をする機能もあることが分かった。アマドはもはや無敵とも言える人真珠の能力への対抗策に行き詰まる様子を見せた。その一方で、カワキはジラとの戦いの中で手応えを感じたと主張。さらなる力があれば、彼を倒しきることができるとしている。再びアマドから力をもらおうと圧をかけた。しかしアマドは、これ以上の強化はカワキの体が持たないと考えていた。ジラとの戦いを経て、成長の停滞を感じることとなったボルトとカワキ。これはある意味でいい機会なのかもしれない。やるべきことが鮮明になったのではないだろうか。今回の話からは、ボルトが科学技術と真術、カワキが修行と忍術に再び目を向ける機運を感じた。これまでボルトは修行と忍術、カワキは科学技術と真術で戦ってきた印象が強い。ボルトは未来の情報を駆使して新たな忍術を得得する修行に打ち込んでいた。対して、カワキはアマドの持つ科学技術を利用して、自身の才能ともいえる大筒木の力を向上させた。対照的な2人の成長ではあるが、その違いの分をお互いに学ぶべきところがある。ボルトは桃式の力を借りようと声をかけたことに加えて、今回スミレに剣の修復を依頼するなど、すでに動きを見せている。カワキが修行の重要性に気づいているかどうかが、今後の見どころとなるかもしれない。第2部15話でのボルトは、カワキはナルトから修行をつけてもらうことが理想と発言している。果たしてカワキはナルトに声をかけるのか、それとも他のやり方で強くなるのか気になるところである。合理的な思考を持つカワキであれば、孤児に声をかけてもおかしくない。4つ目はこのハマルが尋問にかけられる場面。このハマルはボルトに対する心境の変化をコブと際に話した。コブはこのハマルの素直に話す様子から、ボルトの内通者は他にいると判断。その時、このハマルに鹿丸から連絡が入る。鹿丸は自分がボルトを尋問から逃がしたと明かし、協力を求めた。尋問中にはサイがこのハマルを見る意にありげな一幕もあった。サイはこのハマルが神殿神の術で連絡を取っていることに気づいた可能性がある。神殿神の術は山中一族の秘伝忍術であることから、サイは家族を疑うことになるのかもしれない。この気づきが木の葉に団結と分断のどちらをもたらすのか、注目である。そして数日後、5人に分裂したマムシが木の葉に侵入する直前で27話が終わった。知能の下がったマムシの中の1人が、他の4人にチャクラの反応を消すように呼びかけていた。木の葉は感知班が作り出した結界に覆われている。侵入者がこれを抜けることで、木の葉の忍びに位置とチャクラデータが伝わるようになっている。マムシはチャクラ反応を消すことで、この結界に引っかかることなく侵入することが可能のようだ。それ以降も感知班に見つかることなく動くことができると思われる。マムシとしては増えた個体のそれぞれが忍びと対峙することを避けたいはずである。感知班に見つかれば、鹿丸の優れた頭脳で対処されてしまう。鹿丸は他手として木の葉の忍びを戦わせることができるだけでなく、レイダーをマムシから遠ざけることもできる。それにマムシには、数を増やしすぎるとチャクラを消す能力に意識を避けなくなる懸念もある。5人の状態でもこの意識を忘れないように呼びかけを行っているほどであるため、これ以上知能が下がればたちまち見つかってしまうだろう。そう考えるとマムシの真術と思われる分裂は、安易に使用できるものではないと考えられる。反対に木の葉の側は、マムシの全てをいち早く見つけることが求められる。仮にマムシの一部を見つけたとしても、倒しきることはできない。残りのマムシを探すことに時間がかかるほど、先に戦いを始めた忍びが疲弊してしまう。マムシは力をそのままに際限なく分裂できることから、消耗戦にもつれ込むとこの葉側の分が悪い。チャクラの感知以外での索敵能力が試されることとなる。マムシを倒しきるタイミングでは、木の葉全体の団結を確認することにもなる。木の葉内外に散らばったマムシを一斉に倒すことになるため、最後には息を合わせる必要がある。
忍び同士が常に連絡を取り合わなければならない。神殿神の術やその上位互換となる術はフル活用されることが予想できる。ちなみに、マムシを見つけるにあたってエイダの千里眼はあまり役に立たない。千里眼は見たい時間と場所へ意識を飛ばす感覚で使われることから、同時に複数の場所で見られるわけではないということがわかる。また、第2部5話でエイダがこの術を使って人神事を見ようとした際、マムシはエイダの意識を見返した上に、その意識に近づくことができていた。エイダはそれ以上の使用は危険と判断。このシーンから少なくとも、エイダがマムシのリアルタイムの状況を見ることはできないと考えられる。次回から始まる木の葉での戦いではしばらく、エイダを玉とする将棋のような展開となるだろう。現在の他で代理である鹿丸が得意とする展開である。鹿丸が木の葉の忍びへ問題なく指示を通せるかどうかが戦いの焦点になる。以上が最新27話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では、27話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、よければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。